で、この時に損切りとするのは、こちらの5分足のスイングハイでしょうか、それともこの1時間足のスイングハイでしょうか。A さんと B さんは同じ勝率にもかかわらず A さんは負けて B さんは勝ったというように結果が分かれる形となりました。では B さんの秘訣は何かというと、はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは損切りの考え方と損切りラインの決め方、損切りに関する3つの悩みのタイプ別に考え方と損切りラインの決定方法を解説します。損切りの悩みには3つの段階があると思います。まず最初の段階としては、損切りできないというもの。これは例えば損切り位置を無視してしまうであったり、最初に決めた損切り位置をずらしてしまうというものです。2つ目が損切りの考え方がわからないというもの。どういう時に損切りすべきかの判断がつかない、迷ってしまうというのがこちらに該当します。それから3つ目が損切りを置く高値安値の位置で悩むというもの。これは例えば上位足、下位足どちらの高値安値を基準にすべきかというところが該当します。この動画ではこの3つの段階別に考え方と具体的な損切りポイントの決め方を解説していきます。チャプターを設けていますので、皆さんの悩みの段階に合わせて視聴していってください。それでは早速本題に入っていきましょう。まず最初に損切りができないんですという方に向けたお話をしていこうと思いますが、こういう悩みを抱えている方は、投資やトレードで利益が出る仕組みが腹落ちしていないというふうに言うことができます。投資の世界に絶対勝てるであったり 100% がないというのはすでにご存知かと思いますが、そんな中でどのように利益を出していくのか、その時に必要なのが資金管理の考え方です。今ここにですね、3人のトレーダーの方がいたとします。仮に A さん、B さん、C さんというふうに呼ぶことにしましょう。この3人のトレーダーの方々にトレードを6回行ってもらいました。で、それぞれの結果がこのようになったとします。このようにトレード回数とその時の結果と損益がこのようになったというふうに仮定します。まず A さんの結果を見てみると、最初のトレードは勝ちで終了しました。この時の利益は3万円。次2回目のトレードは負けで終了し、その時の損失は4万円です。次3回目のトレードは勝ちで終了しました。この時利益が2万円だったとします。4回目のトレードも勝ちで終了し、利益は4万円。そして5回目のトレードは再び負けで終わって、この時は損失が1万5千円。最後6回目のトレードも負けで終了して、この時損失が5万円になったとします。で、そうすると6回のトレードを通じての合計損益というのはマイナス1万5千円となりますので、6回のトレード終了した時点で負けているということになります。勝率を見てみると、6回トレードして3回勝ってますから、勝率は 50% ということになります。次に B さんの結果を見ていきたいんですが、B さんのトレードも1回目は勝ちで終了しました。この時は利益が4万円。2回目のトレードに関しては負けで終了し、損失は2万円。3回目のトレードは勝ちで終了して、利益は4万円。4回目のトレードは勝ちで終了して6万円。5回目のトレードは負けで終了して損失は2万円。最後のトレードも負けで終了して2万円の損失となりました。で、この時の合計損益を見ていくと、プラス8万円ということなので、6回のトレード終了した時点で利益が出ているということになります。そして勝率に関しては A さんと同じですね。6回トレードして3回勝っていますので 50% ということになります。A さんと B さんは同じ勝率にもかかわらず A さんは負けて B さんは勝ったというように結果が分かれる形となりました。では B さんの秘訣は何かというと、B さんは負けた時は常に損失額を一定額に固定し、勝っている時はできるだけ利益を伸ばす。もう少し具体的に言うと、勝っている時は最低限損失額の2倍の金額で利益確定するようにしたということになります。はい、もう一回 B さんのトレード結果を振り返ってみたいと思うんですが、まず負けトレードの方に注目すると、この2回目の負けトレードも5回目、6回目の負けトレードも損失額は2万円で固定されています。で、一方で勝ちトレードの方を見てみると、初回の勝ちは4万円、つまりこの負けた時の2万円の損失の2倍で利益確定を行っています。3回目のトレードに関しても4万円で利益確定。4回目のトレードに関しては損失額の3倍の6万円で利益確定をしています。このように負けた時は必ず損失額を固定にして、一方で勝っている時はできるだけ利益を伸ばすことによって差し引きで利益を残すようにしているのが B さんの秘訣です。このように損失額と利益額の比率のことをリスクリワードと言います。で B さんの勝ちトレードを見ていくと、勝っている時はリスクリワード2または3で終了しているということがわかります。で一方で A さんのトレードを振り返ると、毎回利益と損失がバラバラです。B さんのようなコントロールしている様子は見られません。で損失額を見ると、毎回のトレードでただなんとなく損切りしているようにも見て取れます。このようにですね、トレードで利益を出せるかどうかは、勝率とリスクリワードのバランスで決まります。今回の例で言うと、B さんは最低リスクリワード2のトレードを心がけたということになります。今度はこちらの表を見てもらいたいんですが、この表は勝率とリスクリワードを変化することで利益が出る出ないの分岐点を表したものになっています。例えば勝率 40% のところを見ると、リスクリワード2以上ならプラスとなっています。
これはどういうことかというと、例えばこのようなトレードを繰り返した場合です。5回トレードをして結果がこのようになったとします。で、今回の例では損失額を毎回2万円に固定して、勝った場合は損失額の2倍、つまりリスクリワード2ですので、4万円で利益確定をしたというふうに仮定します。で、5回のトレードを繰り返して結果がこのようになったとします。1回目は勝ちで終了したので利益は4万円。2回目は負けで終了したので損失が2万円。3回目は勝ちで終了したので利益が4万円。4回目と5回目に関しては負けたのでそれぞれ損失が2万円となりました。で、合計損失を見ていくと2万円ということで5回のトレードを終了して勝率は 40% ですが利益が出ているということになります。これは先ほどの B さんのトレードと同じで、勝った時は損失額の2倍で利益確定をすることで、トータルで見た時に利益が出るという結果になっています。では最後に C さんのトレード結果を見ていきましょう。はい。まず初回のトレードは勝ちで終了して、この時の利益は2万円。次のトレードも勝ちで終了して1万5000円の利益。3回目も勝ちで終了して、この時利益は2万5000円。4回目も勝ちで終了し、4万円の利益。5回目も勝ちで終了して5000円の利益。ここまでは勝ち続けることができたわけなんですが、6回目のトレードが負けで終了して13万円の損失となりました。で、6回のトレードが終了した時点の合計損益を見てみると、2万5000円の損失となりました。で、勝率を見てみると、6回のトレード中5回勝ってますので、83% と、高勝率にもかかわらず、合計の損益はマイナスという状態です。C さんのトレード結果というのは、よく言われるコツコツドカンに該当します。例えばこの6回目の負けトレードの部分を見てもらいたいんですが、このトレードがまだ損失が確定しないで含み損の状態だったとします。で、含み損を抱えている時にですね、今は含み損だけれども、いつか建まで戻ってくるんではないかというふうに期待したことがある方は少なくないと思います。確かに戻ってきた場合はいいかもしれませんが、逆に戻ってこなかった場合は、たとえ1回の損失であっても、それまでの利益を全て吹き飛ばしてしまうのが投資における損失です。今回の C さんのトレード結果というのは、その怖さを物語っていると思います。A さんと B さんのトレード結果を見ていただいてわかるように、常にリスクリワードを考慮したトレードを進めていけば、たとえ勝率が 50% でも利益が出るということが分かっていただけると思います。100% がない世界では、投資家がコントロールできるのは損失のみです。負けた時は常に損失額を一定にし、勝った時はできるだけ利益を伸ばす。これが 100% のない投資やトレードの世界で利益が出る仕組みです。今回の動画を通じてぜひこの考え方を身につけてください。A さん、B さん、C さん、この3名のトレーダーが1年、2年、3年とトレードを継続していった場合、安定して勝ち続けられそうなのは誰でしょうか？あえて答えはここでは言わないでおこうと思います。それでは2つ目の悩みである損切りの基準がわからないという点についてお話をしていこうと思います。これは結論、エントリー時の根拠、またはシナリオですね。これが崩れたポイントが損切りポイントということになります。で、エントリーの根拠って何ですかっていうふうに思った方もいると思いますが、例えばこのような分類に分けて考えることができます。まず一つ目がトレンド相場をダウ理論で見るという方法です。例えばこのような上昇トレンドが継続していたとして、この上昇トレンドに沿って押し目買いを狙ってこの辺りで入ったとします。で、上昇トレンドの定義というのは、高値と安値を切り上げ続けている状態のことですから、ここの安値を割ってきた時点でその条件が崩れてしまいます。ですので、この安値を割ったところが損切りポイントということになります。二つ目がレンジ相場なんですけども、レンジ相場というのはこのように横ばいの動きが継続している相場のことを言います。例えばこの横ばい状態が将来も継続するという想定のもとでポジションを持つのであれば、このレンジ相場をブレイクしてきたところというのが損切りポイントになります。今の絵の例で言うと、このレンジ相場を下にブレイクしてきたこのポイントですね。ここのレンジの加減をブレイクされたところが損切りポイントということになります。はい。例えば今の図の例で言うと、このレンジを下に抜けてきています。つまり、それまでレンジ相場内で拮抗していた買い手と売り手の力ですね。これのバランスが崩れて、今回は売り手が優勢になったということを示唆しますので、レンジを下にブレイクした後は下落に転じていく可能性があります。ですので、そのような場合はこのレンジの加減をブレイクしてきたところが損切りポイントということになります。それから3つ目が水平線やトレンドラインを根拠とする場合です。例えばこのように何回も反発の起点となっているサポートラインが存在していたとします。で、価格が再びこのサポートラインに接近してきたときに、次回もこのサポートラインで反発の起点となるということを想定してポジションを持つのであれば、このサポートラインがブレイクされたところというのが、そのトレードシナリオが崩れたポイントになりますので、ラインをブレイクされたら損切りを行わないといけないということになります。
それから下の図にあるようなトレンドラインの場合ですが、このように何回も反落の起点となっているトレンドラインがあったとします。そして価格が再びこのトレンドラインに接近してきたところで、次回もこのトレンドラインのところから反落するというシナリオを持ってポジションを持つのであれば、このようにトレンドラインをブレイクしてきたところで損切りを行わないといけないということになります。これについては実際のチャートを使って見ていきたいと思います。それではまず一つ目の例としてトレンド相場をダウ理論で見る場合の例について解説していきたいと思います。チャートはユーロドルの1時間足、2023年11月半ばから末にかけてのデータを表示しています。チャートの真ん中付近の動きに注目をしてもらうと、このような上昇トレンドが継続しています。この上昇トレンドが将来も継続するという想定のもと、今このように押し目を形成してきていますから、この押し目を形成して再び反発が始まって、この直近の高値ですね、ここを超えていくというシナリオを持って、この辺りからポジションを持つというふうにしたとします。はい。そうすると今お伝えした上昇トレンドのシナリオが崩れるポイントというのはどこかというと、ここのスイングローですね。ここのスイングローが最後に高値更新の起点となった安値ですので、ここの安値を割り込んでくると、この今赤のラインで示したこの上昇トレンドが崩れることになりますので、今お伝えしたトレードのシナリオが崩れるポイントということなので、ここのスイングローが損切りポイントということになります。実際にですね、今価格が位置しているところからエントリーしたというふうに仮定すると、損切りを置くときというのはですね、この安値のギリギリのところに置くというよりかは、少し幅を持たせておかないと、こういうふうにですね、価格がこの付近まで接近してきたときに、ヒゲで刈られるということも起きますので、その点は意識するようにしてください。損切り幅の余裕を持たせる場合も、期待できる利益とのバランス、リスクリワードですね、これを考慮して少し余裕を持たせるぐらいで置いておくのがいいと思います。後の動きを見ていきたいと思います。はい。今回は先ほど損切りポイントとして設定したここのスイングローをブレイクされて、そのまま下降トレンドに転じていることがわかります。で、もちろんですね、今回損切りポイントとしたこのスイングローですね、ここを一時的に割ってきた後にここから反発して、この直近の高値を超えていくという動きにつながることもあるわけですが、基本セオリーとしてはやはりこのスイングローを割ってくると、今回のように下降トレンドに転じてくる可能性が高くなるということなので、相場というのはですね、冒頭でもお伝えしたように何が起こるかわからない 100% がない世界ですので、最悪のケースを想定して損切りを行うというのが重要となります。続いて2つ目のレンジ相場の例を見ていきたいと思います。今、ポンド円の冷やしを表示しています。2023年の1月序盤のデータです。この青の平行線で示したようにレンジ相場が継続しています。そして価格が再びこのレンジの上限に差し掛かってきましたので、今回はこのレンジ相場が今後も継続していくと、この付近からショートでエントリーしたというふうに仮定します。で、その場合はこのトレードシナリオを崩れるところというのは、当然このレンジの上限をブレイクしたところになりますので、このレンジ上限の外側に損切り位置を置くということになります。この後の動きを見ていきましょう。はい、今レンジの上限ブレイクされましたので、トレードのシナリオが崩れたことになりますので、この時点で損切りしないといけないということになります。今回はですね、この価格がちょうど損切りの位置に引っかかっていることになるので、ここにですね、ストップロスの注文を置いていれば、自動的に損切りになることになりますが、例えばですね、損切り位置をこの辺にしていたとして、レンジの上限をこのようにブレイクしてきた場合ですね、で、損切りするタイミングはいつなのかというと、こういうような場合には、損切り位置に価格が到達していなくても、すでにエントリーの根拠は崩れてますので、ここブレイクされた時点で切ってもいいですし、この損切り幅に対してすでに許容損失額を設定して、それに応じた取引サイズを設定しているのであれば、この損切り位置に到達した時に切るというやり方でもいいと思います。この後の動きをさらに見ていくと、レンジブレイクした後ですね、上昇の動きが継続していますので、このレンジをブレイクしたところで損切りしておかないと、どんどんと含み損が拡大していくということになりかねない状況です。で、レンジ相場に関してはもう一つ例を見ておきたいんですけども、今5ドル米ドルの冷やしを表示しています。この青の点線で囲った部分がレンジ相場となっています。で、見ていただくとわかる通り、このレンジの上限のところですね、少しヒゲではみ出しているということがわかると思います。で、このようにレンジ相場の場合というのは、このレンジの上限下限でぴったり反応するというよりかは、このようにヒゲではみ出してくるということはよくありますので、あまりですね、損切り幅をタイトにしすぎてると、こういうところでヒゲで刈られるということになって、それこそ損切り貧乏になりかねませんので、損切り幅というのは少し余裕を持って設定するというのが望ましいということになります。続いて3つ目のトレンドラインの場合を見ていきたいと思うんですが、今ユーロドルの週足を表示しています。2021年から2022年にかけてのデータを表示しているところです。今、青のラインで示したようなトレンドラインが引けている状態です。そして価格が再びこのトレンドラインの近くまで接近してきました。例えば、このトレンドラインが再び反落の起点となると、そういうシナリオを持って、この付近からショートのポジションを持つと
いう場合は、このトレンドラインをブレイクしてきた時というのが損切りを行うポイントということになります。先ほどのレンジ相場のところでも説明したように、こうしたライン際というのは少しヒゲで抜けてくるということはよくあることですので、損切りを設定する場合もですね、少し余裕を持って設定するのが望ましいということになります。この後の動きを見ていくと、ここでトレンドラインをブレイクする要線が確定しました。で、今回はこのトレンドラインを割ることなく、このラインを起点に反落していくというのがエントリーの根拠になってますので、このトレンドラインがブレイクされたことでその根拠は崩れていることになりますから、この時点で損切りをしないといけないということになります。トレンドラインに関してはもう一つ例を見ていきたいと思います。チャートは同じユーロドルの日足なんですが、2023年の10月付近のデータを表示しています。このように青のトレンドラインが引ける状況です。で、トレンドラインに関して言うと、トレンドラインをブレイクしてからのロールリバーサルというのをエントリーの根拠にしているという方もいるかと思います。例えば今の場合で言うと、このトレンドラインをブレイクして、再びラインの際まで押してきたところでエントリーというものですね。で、この時にトレンドラインをもう一度下に抜き返したら損切りというふうに行っている方ももしかしたらいるかもしれないんですけども、ただそういうふうに行っていると損切り貧乏にもなりかねないかなというふうに思います。というのは斜めのラインというのはやはり引き方によって多少ズレも生じますので、こういうようなトレンドラインを引いている場合であれば、このトレンドラインをブレイクしてですね、綺麗にこのトレンドラインの裏で反発しているように見えますが、一方で最初に引いたこのようなトレンドラインを引いていると、トレンドラインを上にブレイクして、それからもう一回下に抜き返すというふうにも見ることができてしまいます。そういう場合はですね、付近に控えているスイングロー、今回の例の場合で言えば、こちらのスイングローですね、ここを割ってきたというところを損切りの基準にすればいいと思います。今回の例で言えば、ここのスイングローを割ってくれば下降トレンドが再開するという可能性が出てきますから、ここが損切り基準としては適切だということになります。ここまで見てきたように、トレードを行うときに何を根拠にポジションを持つのか、どのようなシナリオを持ってポジションを持つのか、そしてそのシナリオが崩れたところが損切りすべきポイントということになります。それではここからは3つ目の悩みですね。損切りを置く高値安値の位置で悩むという点について解説をしていきたいと思います。この悩みというのは2つ目の悩みで紹介したように、損切りの水準はわかるけれども、その水準にある具体的にどこの高値安値を損切りの根拠とすればいいかで悩むというものです。もう少し具体的に言うと、上位足と下位足どちらの高値安値を損切りの根拠としたらいいのかというものです。で、ここに関しては実際にチャートで見ていくのが早いと思いますので、チャートの方で解説をしていきたいと思います。今、ユーロドルの1時間足を表示しています。2023年11月末付近のデータです。今回はテクニカル分析の動画ではないので、上位足の環境認識は省きますが、1時間足の流れを見ていくとですね、このチャートの左側の部分は上昇トレンドだったんですが、この真ん中付近のところから下降トレンドに転じていることがわかると思います。そして直近の安値であるこのスイングローをブレイクする動きが出て、そこから戻しを形成してきた場面です。で、安値更新した後ですので、トレンド方向、下方向のトレンドに沿って戻り売りを狙うとします。で、ここの部分の動きを5分足で見ていきたいと思います。今5分足の方に切り替えました。ここの戻しの部分を見てほしいんですけども、この部分は5分足で見ると上昇トレンドになっています。こういうような形ですね。そしてここのスイングローですね。ここが5分足レベルで見た時の押し安値になりますが、ここをブレイクする動きが出ました。で、今回戻り売りを狙ってますので、適当に戻ったところでエントリーという風にしてみたいと思います。例えばこのあたりから、じゃあショートのエントリーをしたと。いう風に仮定したいと思いますが、はい。で、この時に損切りとするのは、こちらの5分足のスイングハイでしょうか、それとも先ほど1時間足で見たこの1時間足のスイングハイでしょうか。この1時間足のスイングハイの位置をもう一回1時間足で確認していきたいと思うんですが、ここの部分ですね、ここのスイングハイというのが最後の安値更新の起点となっています。もう一度5分足の方に戻ってきました。改めて確認なんですが、今回戻り売りを狙う時の損切り位置はこちらの5分足のスイングハイ、もしくは先ほど1時間足で見たこの1時間足のスイングハイ、どちらが適切でしょうか。ここ非常に重要なので、動画を一旦止めてですね、ぜひ考えてみてください。ここで考えるかどうかで、皆さんが今後一人でチャートに対峙した時に自分で判断できるかどうか大きく差がつくと思います。では答えをお伝えしていきたいと思うんですが、これはどちらの高値も正解です。で、正解は皆さんの中にしかないんです。で、どっちかが正解だというふうにはっきりと言ってほしいというふうに思うかもしれないんですけども、これは皆さんが相場のどのような動きを狙っているのか次第で、どちらも適切な損切り位置になり得るということです。もう一回1時間足の方に戻ってきました。今1時間足の動きというのは、この赤の折れ線で示したような波、下降トレンドが推進しています。はい。ですので、1時間足の下降トレンドのこの今赤で示した波の動きに沿って、こういうような動きですよね。つまり次はここのスイングローをブレイクしていく動きというのを狙ったトレードをするのであれば、その前提が崩れるというのは、
ここのスイングハイを崩れたところになります。ここのスイングハイをブレイクされると、この赤の波で示した下降トレンドが終了したということになりますので、ここが損切りの根拠ということになります。ただ一方で、いやいや僕はポジションひまたぎはしたくないし、もっと細かい動きを5分足とか15分足のレベルで狙いたいんですっていう人もいますよね。で、今5分足を表示していますが、例えば5分足でこういうような下降トレンドにつながっていく動きを狙いたいというのであれば、ここの5分足のスイングハイが損切りの基準になるわけです。で、それはなぜかというと、ここの5分足のスイングハイを超えてきてしまうと、このような今オレンジの波で示すような5分足の上昇トレンドにつながっていってしまう可能性が出てくるからです。もともとはこのグリーンの折れ線で示したような下降の動きになることを想定してたんですけども、実際にはそうならずに、このオレンジの波で示したような上昇の動きに転じてくる可能性が出てくるのが、ここの高値を超えた瞬間なので、ここが損切り位置として適切になるということになります。ですので今回の質問の答えは、皆さんは相場の中の動きのどのような動きを狙っているのか次第だということですね。はい。で、ちなみにこの後どのような動きになったかというと、はい、このような動きとなりました。一旦ここで押し安値を割る動きが出たんですけども、そこからですね、もう一回この5分足の直近の高値を試す動きが出た後に下落となりました。損切り位置を縦値に移動させるタイミングについて疑問を持っている方もいるかと思いますので、この点についても補足をしていきたいと思います。これは結論、最低限高値や安値を更新するのを確認してからというのが原則となります。例えば先ほど紹介したユーロドルの例なんですけども、仮にですね、このスイングハイの水準でショートエントリーをしたとします。で、最初の損切りの位置はこの一つ上のスイングハイの上に置いたというふうに仮定しましょう。この場合に損切り位置を縦値に移動させるのは最低限このスイングローですね。ここのスイングローをブレイクした後ということになります。で、このスイングローをブレイクしたということが確定したら、このようにストップロスを縦値まで移動していいと思います。このようにする理由なんですけども、今の場合で言うと、ここのスイングローをブレイクするまでは、ここのスイングローとこちらのスイングハイの間で価格がこのようにいくらでも揺れ動く可能性があるからですね、こういうふうに下がっていくということもありますので、あまり早くですね、ストップロスを縦値に移動してしまうと、こういった上下の揺れ戻しの動きによって、縦値で切らされてから本来狙っていた方向に動いて利益を取り逃すということにつながりやすくなりますので、今お伝えしたようにトレンド方向に沿った高値や安値を更新するのを待つということが大原則となります。特にここからは分足を使う場合の注意点になるんですけども、5分足や15分足を使う場合ですね、あまり早く損切り注文を縦値に移動してしまうと、ロンドン時間やニューヨーク時間のオープン直前直後の時間帯に縦値で切らされてしまうということになりがちです。はい、今、ユーロドルの5分足を表示しています。この左の縦線のところが東京時間のオープンで、この右側の縦線がロンドン時間のオープンなんですけども、例えば東京時間のこの辺りでロングのポジションを持ったとします。で、その後時間が進むにつれて、このように高値の切り上げがここで確定しますよね。で、この段階で損切り注文をここのスイングローに切り上げたとして、このロンドン時間のオープン直前の時間帯ですが、このように一時大きく下げる動きが出た後に、そこから急反発という動きにつながっています。ですので仮にストップロス注文を引き上げていたとすると、この動きによって縦値で切らされて、その後狙った方向に伸びていくという風になりかねない場面です。ですのでこういうのが嫌だという方は、損切りの縦値移動はしないで元の場所で保持し続けるといった対応をするのがいいと思います。はい。ということで、今回は損切りの悩みの3つの段階別に、損切りの考え方と損切りラインの設定方法を解説してきました。損切りできないという方は、損切りするからこそ資金を増やすことができるという考えをしっかりと自分の中で腹落ちさせることが先決だと思います。また、損切り位置を置く高値安値で迷ってしまうという方は、今回説明したように、そもそも自分は相場のどういう動きを狙ってトレードしているのか、この点を明確にすることの重要性がご理解いただけたのではないかなというふうに思います。概要欄には今回の動画に関連した動画を載せています。損切りの基準で説明したダウ理論やブレイクの判断に自信がないという方はこちらも合わせて視聴していただくとより理解が深まると思います。最後になりますが、今回の動画参考になったという方は高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考となります。それでは今回の動画は以上で終了です。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。